新米動物看護師タスクさん、頼まれた仕事を忘れちゃう瞬間。ここはある動物病院の一日。新米のタスクさんは少しずつ仕事を覚えてきました。しかし現場では一つの仕事が終わる前に次の指示が入ります。さらに別の依頼や確認事項が重なり、やることはどんどん増えていきます。そんなタスクさんの一日を見ていきましょう。タスクさんは診察室にいます。採血の間、補定といってペロちゃんが怖がらないように、そして採血しやすいようにペロちゃんを抱くお仕事中です。採血が終わり、先生から血液検査をお願いされました。検査室へ向かいながら指示された検査項目を忘れないように唱えています。検査室に着くとポチくんの検査結果の記録もお願いされました。忘れないよう頼まれたことを頭の中で繰り返していると、先生から飼い主さんへ絶食をしたかどうか確認するようにも頼まれます。待合室に向かいながら頭の中でお願いされた仕事を順番に整理しています。待合室に着き、ペロちゃんと飼い主さんを探していますが、タスクさん気づかないうちに頼まれごとの順番が入れ替わってしまいました。そこへ別の飼い主さんがやってきて、ドッグフードの受け渡しをお願いされます。タスクさん、大忙しでフードを取りに向かいますが、頭の中では頼まれた仕事の順番がさらに変わってしまいました。フード部屋から頼まれたドッグフードを見つけ、待合室へ向かおうとすると、入院室からおかしな音が聞こえます。タスクさん、その音を心配し、入院室へ確認に向かいます。入院中の N ちゃんの部屋から音がしています。確認すると、なんと N ちゃんが発作を起こしています。タスクさんはその様子に驚き、その瞬間頭の中が真っ白になってしまいました。復唱していた頼まれごとはすべて消えてしまい、頭の中は N ちゃんのことでいっぱいです。先生に報告に走ります。N ちゃんは診察室に運ばれ、すぐに治療が行われ、発作は落ち着きました。タスクさん、次々と仕事を依頼され、その内容を頭の中で整理していましたが、途中その順番は変わってしまいます。そして突然の出来事が起きたとき、それまで覚えていた内容はすべて消えてしまいました。これは特別なことではありません。複数のことを覚え続けることは難しいからです。一方で現場は止まりません。ベテランの看護師は必要な情報を把握しながら複数の業務を同時に進め、診察を支えています。その違いは経験や知識の多さだけではありません。情報を頭の中だけで管理していないのです。覚えるだけではなくメモに残す。小さな確認や記録の積み重ね。それが動物と飼い主さんを支える力になります。タスクさん、今日も頑張って。動物病院の現場では日々様々な業務が同時に進んでおります。この動画ではその一場面を紹介いたしました。動物看護師の授業や実習でお伝えしているメモやダブルチェックもこうした状況の中でとても大切な行動となります。動物病院の業務は多岐にわたり、病院によっては役割が分担されている場合もございますが、多くの現場では動物看護師が複数の業務を担っております。飼い主の皆様、動物病院では様々な対応が同時に進んでおります。予想外の出来事によりお待たせしてしまう場合もあるかもしれません。そのような中でもスタッフは動物たちのために最善を尽くしております。気になることがございましたら、どうぞ遠慮なくお声掛けください。
動物病院の皆様、動物看護師の業務は幅広く、教育の中でも多くのことを伝えるよう努めておりますが、現場でしか学べない経験や判断も多くあると感じております。個々の特性も踏まえながら、学生たちの成長を支えていただけますと幸いです。